ウィスカーウッド。着実に開拓を進めつつ研究に力を入れた古参の設計図を手に入れた我らがネッツ。銅の延べ棒も使えるようになりスライダーも建設、運搬力の効率もアップ。さあ開拓を始めるぞー。まずは前回最後にちらっとやってたこのフォトモードをご紹介。こちらシフトプラス P で起動できます。スライダーで出勤するネッツを至近距離で撮影することもできます。ネットで晒してやるなよかわいそうだろ。撮影中の時間のオンオフも可能。スレッドでやり方教えてくれた開発者様に感謝。さて島の開発状況は、初期研究が残り一つで銅工房を研究中。この後はティア1を開放せず、補給物資ガチャで設計図を揃える予定だ。90日目が終了。春になったが気温は冷たく山道は低め。さあお待ちかねのコンベアーの敷設を始めるぞー。搬入口、平坦ベルト、持ち上げ階段、下降スライドを駆使して運搬の自動化に挑む。まずは隣島からの物資を自動で運搬するぞ。平坦ベルトを敷設だー。だがそんな丸太の在庫はねえ。糸かなし。物資確保するまでしばし待て。スライダーで運搬した子がすぐにしまえるように近くに倉庫でも建てときますか。製材所も近いから何かと便利に使えるかな。で丸太の備蓄を待って終了。本日は42本の丸太をゲット。そして妙音と収納とベルトを繋いだけど物資の出てくる気配はなし。こちら撮影日はアーリーアクセス初日、全く情報がなくて探りで使い方を模索しております。投入口の説明を見た感じ、もしかして自動での搬入室はできなさそう？おっと小型倉庫には資源用コンベアーが接続できそう。早速立て。板が足りません。密輸業者が来たぞー。今回は冬使わずだだ余りになった燃料をメインに、地金ちゃん5本と交換。あ、病気のネッツが診療所に、だが看護師はいない。そこで一人寝して直せ。食事も食べれぬ病のネッツ。さあネッツどもキリキリ働け石を切り出し私のために黄金を稼ぐのだ。圧政をしくにゃんこより明らかにお前の方が邪悪な存在だな。照れますな。褒めてねえよ。丸太運搬急げ、スライダーを追加だ。細かい整備で地道に効率化。こっちの方も伐採よろ。コンベアーのために丸太を集めてくれ。てな感じで本日もコンベアー稼働ならず。意外と手こずっております。大工が暇そうだったので収納マシマシ。大事な丸太を無駄遣い。ああでもなくてこうでもなくて。銅工房の研究が終わったぞ。これでハサミが作れるそうだ。よーし、これで目標としてた基礎研究は全部完了。残りは補給物資ガチャで取ってくぞ。やったぜ。博士と助手今までご苦労。これからは現場復帰して肉体労働に勤しんでくれ。倉庫から自動で搬出したいけどできる気配が全くない。自動搬入はできるが、搬出はできないことをまだ分かってないのず。これ投入口なんだし、工場に自動で投入はしてくれてもいいんじゃない？残念、コンベアーベルトに投入ができる場所です。採取や工場で得たものをここに指定して、コンベアーベルトに流すことができるアイテム。工場の窓に穴開いてるじゃん。ここから直接コンベア乗せられない？そして時間がかかりそうと思い一旦録画を停止したレイムは、お約束でそのまま録画を忘れてしまうのであった。ふわ翌日、やっと投入口の使い方を理解したよ。この矢印のところにネッツが投入して、前の出っ張ってる方から出てくるだけの仕組みだったよ。自動で荷物を乗せたりはできない結構アナログなマシン。完全自動化には程遠いけどトリマ丸太をコンベアーに乗せられたよ。よかったな。コンベアーから流れた丸太がそのまま倉庫に入る仕組み、完成だー。距離がほとんど変わらねえ。もうそのまま倉庫にねじ込めよ。これはただの実験だからこれでいいの。ちゃんとしたのはまた明日。コンベアー実験してただけの一日。使い方は分かってきたから完成は近いぜ。密輸業者が来てくれたけど切り石を使う予定ができたので、燃料で2本だけの少量取引。そう録画を忘れた時にしれっと石造りの連結住宅を補給物資ガチャでゲットしてたのである。一軒建てるのに切り石21個必要だから貯めなきゃ。補給船また安いのに機械部品入ってない。もう安いのじゃ機械は手に入らなそうだ。じゃ有効度下げてでも減税じゃい。本日のコンベアー実験は製材所を立てて、自動で板が搬出できないかの確認。侵入禁止のマークが出てる。もちろん失敗した。別の自動化芸ならできて当たり前のことなのに、歯がゆい。そんな不毛な一日。まあ切り石とか作ったからよーし。翌日博士が板を完成させ運搬を開始。もちろん自動搬出などされず適当な倉庫に持ってった。この結果を踏まえ自動搬出の夢を諦め、実験してた製材所を撤去。隣島から木材を運ぶだけにすることに決定。ここに倉庫を建てるぞ。
そんな地道な開拓生活。日々重労働を課せられているが頑張れネッツ。伐採拠点に近い上から丸太を運んだ方が楽そうなので、加工スライドの設置も試していきましょ。平坦ベルトと違ってこっちは素材に銅が必要。では投入口をオン、丸太を流せなお流す物資は個別指定もできるぜ。指定された建物からのみ受け入れとか、色々細かいこともできるみたい。徴税人が来たぞー。あんた人じゃなくて猫だろ、マットレ徴税猫。どうしても自動搬出したくていじってるのず。まだやってたのか、いい加減諦めろ。段差で止まる丸太。自動搬出はできずとも自動で止まる安全装置、動力なしでも動くコンベアー、ネッツの科学力は実はすごい。調整してやっと丸太が流れるようになったどう？ネッツが投入口に投げ込むため運ぶ必要はあるが、うまく使えば運搬の手間がかなり軽減できそうだぜ。倉庫の近くに工場あった方がいいだろうし、こりゃかなり考えた上で都市計画しなきゃだね。そのうちがっつり再開発だな。ウィーン。上下移動の部品は銅の延べ棒が必要になっちまうが、持ち上げ階段はかっこいいぜ。あ、丸太以外に魚とかも入ってる。ちゃんと設定せい。めんどい。おい。お前なんてこうじゃわい。ベルトを剥がし強制停止。レイムさんは動く機械を棒とかで無理やり止める危ない人。どうしたネッツども、昼に収穫できなかったのか、私の地金ちゃんが5本も取られたぞ。昼間お前がコンベアーで遊んでたからだろ。物資ガチャは5回回して止水ポンプをゲーッと。大水道管を使って様々な生産施設に水を供給できるってよ。だが水を使う施設の設計図はなーい。意味がねえ。ほぼほぼ空になった参道が復活。製作で使いよる回復の程よいバランス。海賊が来たぞー。仕方ない、出したくはないが機械にこと燃料を出すか。禁じ金出せよ。やだ？ほんとこの視線度は。移民船が来て太っ腹と現場ネズミが加入。現場猫のごとく安全確認をしない現場ネズミは、機械部品を摩耗させるマイナス要因。奴は畑耕させるから問題なし。職人ギルドの現場ネズミは面接落ちです。キリ石100個溜まったので板の家から石の家にリプレイス開始。前回板でアパート完成させたのにもう建て替え。夜中にこっそり階段設置。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。1日で参道372もゲット。希望に満ち溢れた新入りネッツ、数が増えれば参道も増えるぜ。中身が見えなくなるので避けてたけど、収納を2階建てにすることで収納力アップ。移動距離を考えるとどうしても近くにしまう場所欲しくなるぜ。ふむふむ、順調に建て替え工事は進んでいるな。立派な石の家で参道も増えるな。石の家なら燃えることはあるまい。冬に備えてここにはかがり火を置くとしよう。下の家のネッツ、蒸し焼きになりそう。今日も一日、お疲れした99日目の業務が終了。明日はいよいよ100日目の節目になるな。この島もだいぶ立派になってきたね。ちょっとばかしに大熱が増えてきた。島民が増えて水浴び場も混んでるのかもな。密輸業者が来たぞー。今切り石需要多いから燃料で金1本だけよろ。資材不足でも横流しは続ける横領犯。今日は水浴び場の追加建設だ。くっせい体を清めるのだー。徴税にゃんこが来たぞー。ぐぬぬ、度重なる徴税で物資がそろそろやばい。夜まで待たせてギリまで私の地金ちゃんを守るぞ。切り石の生産効率を上げるため、ミスマッチだったギルド適正の変更教育をするぞ。博士が代理で動かして他は学校へ。学習が終わった暁には最高効率での生産を頼むぞ。密輸にも使うから石切り工は島の宝。ネッツたちの食料をギリギリまで差し出しても、私の地金が4本も必要になるとは。外税もどんどん増税してる。ほんと世知辛い世界だぜ。お楽しみの補給物資ガチャタイム。さて今回はどんな設計図がもらえるかな？むむむ？古いわけの塔？これは非金属鉱石を精錬済みに加工できるらしいぞ。石炭と水で燃料が作れる。でも燃料は徴税できないから、石炭を徴税に使った方がいいのでは？こりゃ当分使わねえな。外れガチャか。学習が終わりパーフェクト石切り工が誕生。これでガンガン石切りを作るぞー。こんなところで100日目のアニバーサリーが終了。記念日だろうと大した変化はなし。ネッツたちの地道な開拓は続く。移民船を昨日から待たせてたぞー。ガチャ石温存、農業太っ腹おばちゃんのみでフィニッシュ。太っ腹おばちゃんには地道に埋め立てしてたここの荒れ地を耕してもらいます。立派な農地になるには何年の月日がかかるやら。ついでに目に入ったとんがり島の採取も開始。隣島もまだまだ未開なのに新たな島の開拓も始まった。
でもここも距離離れてるんだよね。こういうところはうまくコンベアー使いたいぜ。そんな資材の余裕はなーい。地金懐に入れながら言うな。へへ。まあ今は急がず家の石への建て替えを地道にやってくよ。地盤を固め着実に開拓。水浴び場できたけど臭いネッツを押し。通勤遠くて時間ねえのかな？大事件だ、とある強欲な爪の主が逮捕されたぞー。あの強欲な徴税人はヒゲの民は一応につき1日5ビットだと嘘をついていた。奴はその裏で2ビットを懐にしまい込んでいたようだ。徴税人たちには粗当税を3に引き下げの指示が出たそうだぜ。やっふー、減税だー。さて健康的な現場ネズミ採用。安全確認、よーし。切石の増産を待つのも暇なので、キノコ栽培を始めることにしたぞー。栽培予定地は前から目をつけていたこの場所、キノコは暗い場所で育つらしいからここに蓋して暗くしよう。だが地中のトンネルのような場所でないと育たない。レイムがこれに気づくのは当分先のお話。ぐぬぬ、屋根つけようとしたけど資材が足りぬ。とりあえずこれで始めよう。まあ育たないのでどの道無駄。石切りの効率アップのために、そろそろ真面目にコンベアーしこうかな。最初から真面目にやれー。こんな感じになりそうろー。採掘担当がここに投入して、下の倉庫に流れるだけの簡単な代物。それでも石を運ぶ手間はだいぶ軽減されそうだぜ。農場適性が、真っ赤でも構わん。適性なんぞ関係ねえ。いつかは生えてくるとゴリ押しするのがうちのレイムさんだ。効率 600% に思わずにっこり。ロープを追加で用意すればさらに 25% アップもできるぜ。ネッツが増えたらロープもそのうち作りましょ。などと切り石の生産を見守って1日終了。石の家も建って賛同アップ。今日は石倉庫の隣に追加の石切り工を建てるぞー。量産した切り石はお前たちの家になるぞ。いや私の地金に。こらこら。徴税人が来たぞー。限界まで魚と丸太を渡したけど金地金3本取られたか。エッグ医療の魚を乗せて徴税人は帰っていった。恐ろしいバランスで積んでおります。これ。お楽しみの補給物資ガチャ、来い、ウルトラレアー。再抽選連だ。8回回して食卓園。いらないこの古いわけの塔で岩塩を食卓園にできるぞ。岩塩はとんがり島にはあるけど掘ってないし、ネッツどもは海水でも飲んどれー。ひでー。てな感じの地金ちゃんが減った日でした。地金ストックもだいぶ減ったもんだ。新しい石切り工のために技能教育。完成した石切り工よ、加工に使う石は隣の倉庫から使うように。すでにいっぱいでコンベア止まって、採掘担当は遠くの倉庫に運びに行ってます。もう密輸人来たか、今石切ってるから待って。お前たち、今日は私の地金ちゃんのために残業して切り石を量産しなさい。いや残業させてもその前に船出港するって。これはしたり。で出港10秒前まで粘って地金3本をゲーっと。なお、この日博士は朝まで残業した。博士の代わりに51匹が早寝できたので OK。職場が近ければ早寝もできる、快適な通勤は正義である。移民ガチャで農家の才能ある教師ゲット。存在を忘れかけてたスライダーを延長。島民も65匹となり、移動経路の改善が大きな効果を生みそうだ。あ、こっそり作った頂上の農場。ここも麺を育てて肥沃度をゼロにしてから、採掘して削ろうと思ってたのに作物指定ミスってた。後の祭り製材所のこのブレード部分、剥き出しで危ないなと前から思ってて、蓋できないかとお試し。スライダーのやつが滑って飛び込んだ日には、YouTube バンされちまうぜ。そしてこの時ひらめいた、上に倉庫建てたら超便利だと。ひらめき、それは割とどうでもいいこと考えてる時に起きるもの。こうして階段で繋げば材料取りに行くの超楽ちん。倉庫への搬入はコンベアーで自動化できるしな。てなわけでネッツの家の上にベルトを敷くぞー。家の上に24時間稼働のコンベアー、リアルでやったら睡眠障害待ったなしだ。あ、中身入ってるけど壊しちゃえ。運搬員を使えば他に移せるがうちのレイムさんはせっかち。これが隣島から自動で丸太が送られてくるシステムだー。いろいろな実験の経験を得たことで、やっとそれっぽい成果を出すことができたぜ。ついでに伐採の前線基地も、コンベアーで輸送できるようにしましょ。平坦ベルト運用ーん。だが残念、丸太が足りてないんだな。またこのパターンか。いい加減学習しろよビーバー脳が。今ビーバー関係ないでしょ。へへ。いい感じに流れる丸太。その横をダッシュするネズミ。丸太の運搬が軌道に乗って、彼らのダッシュする回数が少しは減ると嬉しいね。だな。さあ製材所担当よ、これからは運搬が楽になる、
その分がっつり板の生産に励んでもらうぞ。取得元の倉庫の設定 OK。これで効率アップだ。さて流れてる丸太はどの辺まで来たかな？ネッツのアパートの上まで来たな。丸太の自動化は問題なく動きそうだ。今日は自動化が進んだ有意義な一日だったね。工業化が進むと発展したって気分になるよな。足りなかった部分を継ぎ足し丸太のコンベアを合流。これって合流部分の挙動ってどうなるんだ？それは実験済み、横から入れる分には問題なし。でも見た目は少し挙動不審。徴税人が来てますよー。出迎えもせずにそのまま放置だ。コメント欄に余裕があるときは多めに払って、物資2つもらうのいいですよとあったので要求を上回る出荷。初めての過剰の支払い、こりゃ補給物資が楽しみだぜ。物資ガチャの選択肢が4つに増えてる。お、早速噴水の設計図、水道管につなげて使うようだ。ああ、1つ目選ぶと再抽選ができない。2つ設計図欲しいなら、2つ出るまで選択しちゃダメだったようだな。設計図狙いなら普通の納品の方がガチャ石節約できそう。かもしれん。ゲットした噴水はポンプ設置してないからいらないやつか。ガチャ外れ。移民船が入ってきたので、技術者ギルドの2匹をゲット。見習い教育してキリ石膏にしましょ。見習い付き農業はいらんのか？完璧主義だと釣り遅くなるし、賛同足りてないから今回はいいや。さいですか。キリ石と製材が効率アップして、世は満足じゃ。こうしてネッツたちは工業化の一歩を進み始めたのであった。では無事コンベアーの使い方が分かったところで島の様子を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。元気の源です。完全自動化とはならずも運搬効率が上がったネッツ、レベルアップした工業力で次は一体何をなすのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。